full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such aはい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日はですね、タイムモアの新作をご紹介したいと思います。ちょっともう見切れてますけども、こちらね、タイムモアの C3 という機種になります。これがね、今回新しい機種になるんですけど、実はですね、最近タイムモアね、続々と新作が出てくると。この C3 とあと X ライトというね、機種になってます。それをね、また今後レビューもしていきたいと思うんですけども、タイムモアのね、今回はこの C3 を取り上げますけども、今までこの C シリーズはこの C2 という現行の機種があります。これがね、本当コストパフォーマンス抜群のハンドグラインダーで、もう高性能金属バーを持っていながら、比較的価格がね、こう安いというので、もう人気爆発しているね、ミルがこちらになります。で、タイムモアというのはですね、定期的に結構こう内部構造が変わったりとか、部品が変わったりとかね、あと刃もいろいろ今までも変わってきましたね。通常バー、プラスバーというね、ちょっと切れ目の入った刃になりまして、またね、いろんな刃がこうリリースされてきてるんですね。日々ね、進化を遂げている、メーカーなんですけども、この C シリーズというものに関しては現時点のね情報なんですけども、この C2 というのが廃盤になるわけではなくて、ずっとねこれも継続で販売されると。でそれに今回は C3 が出ますよといったようなね、こう追加で C シリーズが出たというような感じになるんですね。なので今日はこの C3 とこの C2 とのねちょっと比較をやってみたいなと思います。でね、今回ねいろんなリニューアルがありまして、タイムモアのね刃がねまたいろいろ変わったんですよ。今回ね、後で、見せますけども、C2 の刃がねスタンダードの刃というようなね位置づけになりまして、今回のこの C3 に関しては S2C というね新しい刃になっております。なので後でね見てみましょう。あと X ライトね、今度また動画にしますけども、そちらもねまたちょっと変わった刃になってるということで、続々とね進化しております。ではね、早速今日はまずこの C2 と C3 のね刃の違いについてちょっと見ていきましょう。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。はい、今回ですね、こちらの C2 の、こちらブラックですね。ブラックといってもね、こういった感じのちょっとグレーかかった感じになりますけども、と今回ね発売になりました C3 でございます。こんな感じですね。ブラックかっこいいですね。はい、ではね、早速見ていきたいと思うんですけども、変わったのは刃ということなので、ハンドルとかねそういうのは変わってないですね。ではね、早速ちょっと分解していきます。はい、一応ですねばらしました。今回ね主に違うのはこの内刃ですね。今回 C3 はこちらの刃になってます。現行の C2 はですねこちらになってます。はい、明らかにね違いますね。でもすごいですね、これ6枚刃になってますね。 C3 はちょっとねこの形状、サイドのね形状も違うような感じですね。はい、こんな感じで変わっております。引き面がどうなってるのかという感じですね。説明書のねこちら引き面になります。一応ねこれ C シリーズというのになりますね。 C2 に関してはこういった上のね引き面になってます。で C3 に関しては下になってますね。引き面のねクリック数が変わってますね。もちろん刃が違えば変わるんですけど、こんな感じになってるので、今日はね、ちょっと C3 でそのまま豆を引いてみたいと思います。大体ちょっと合わせてみましょうか。
はい、では引き終わりました。まずですね、こちら側ですねが C3 になってます。こっちの列が C2 になってますね。まずこちらが C3 の、一応説明書上の一番ね細かい設定、エスプレッソ用の7クリックのところで弾いてみました。もうふわふわですね、感覚が。でこっちがですね C2 ですね。今までの現行の C2 でクリック数10、一番ね細いという設定で10クリックで弾いてみたのがこちらになります。はい、こんな感じですね。今ねこう触ってみた感じ、流度はね、本当にこの C2 も大したものなのであれなんですけど、このふわふわ感がね違う、触った感じなんかねより精度がいい感じはしますね。ただ見た目だとそんな分かんない感じなんですけど、で、こちらがですねドリップ用ですね、ポアオーバーの設定にしました。こっちの方が C3 ですねの引き目の15クリックという設定にしてます。こっちの左の方がですね C2 で、20クリックのところですねにしています。ただねこれ流度、粒の大きさはこの刃が違うので完全にねどこが一致するかっていうのはねなかなか難しいので大体な感じになりますけど、拮抗してますかこれはね。はい、大体同じ平均値のポアオーバーの引き目にしてみました。さほど違いはわからない感じですかね、これに関しては。はい、で、あとですねこちらがフレンチプレス用ですね。一応説明書上を一番粗い設定にしてみました。 C3 の20クリックですねと C2 の方が27クリックというねフレンチプレス用の引き目にしてます。これに関しては流度が揃ってるのはやっぱり C3 の方かなと一見そういうふうに見えますね。ただこれ流度の大きさ、そのミルというのは隙間、こういった手引きミルの場合は内刃と外刃の隙間の広さである程度ですね、その粗めとか細めとかねそういった流度が決まってくるんですけど、完全にね合わせるのは難しいとしても一番粗い設定でねやった感じはまとまってるのはやはり C3 かなというふうには思います。もうちょっと粗くしたらね状況変わるかもしれないですね。はい、個人的意見なんですけども、さっきねその内刃と外刃の隙間でこう大体ね粒の大きさが決まるっていうんですけども、こっちがですね C2 の一番ね最大の C2 の27クリックのところですね。隙間はこんな感じですね。正直 C3 の方がなんか今の時点では空いてるような感じなんですけど、一応ねこの違いが出てきているということで、結構この C3 という機種は、C2 の上位互換なのかなと言っても間違いはなさそうですね。こうやってね実際にやると平均的に上がってるような印象はあります。一番細引き系のねものもすごいふわふわですし、で精度もいいですしね、すごくね。だから特にこの粗めのものにも結構強いのかなと C3 はと思います。では簡単にね、弾くスピードをちょっと比べてみたいと思います。あらかじめ 20g ですね、豆、同じ豆ですね用意いたしました。これを C2 の方は20クリックポアオーバー用ですね。で C3 の方はポアオーバー用の15クリックということでやってみたいと思います。ただねこれは刃が違えばそれだけねちょっと全く同じ流度
っていうのがねなかなか計測は難しいんですけど、さっき見た感じほぼこのクリック数で似たようなね引き目になったので、これでちょっと時間をねちょっと測ってみたいと思います。はい、指数ね引き終わりました。約37秒ほどで引き終わりました。では続きまして C3 やってみたいと思います。約46秒ほどでしたね。はい、ということで一応ね引きの速さ的には C2 の方が速いのかなというそんな印象を受けます。ただこれは人によってその力のね加減があるので、あくまで僕が平均的に引く感じで引いたということでね、個人的見解になるかと思いますけども、結構10秒ぐらい差が出るとやっぱ C2 の方が早いのかなという感じはしますね。豆にもよるのかもしれないんですけど、はい、皆さんお疲れ様でございました。今日はねタイムモアの C3 という機種ですね、今回リリースされたものを紹介してみました。ではねタイムモアのねミル、この C2 も十分すごいミルなんですよね。なので高性能バーという意味では優劣っていうのはつけがたいんですけど、最近のねいろんな高性能系のね、メーカーさんなんかはで、今回その C シリーズの C2 が現行のままで C3 を出したというので、そのね新しい刃というのを試してみましたけども、スピード的にはねC2 の方が速いで C3 の方が少しゆっくりめなんですけど、僕の見た感じではやはりそのグラインド能力というのはねやっぱり上がってるなという感じはしました。そこがねその、値段の差と、そのちょっとした差っていうんですかね、そこの違い、粗挽きも結構安定してますし、細引きもね結構ふわっとした感じで弾けるし、そのね差というもので、C2 がいいのか、C3 にするべきなのかとかね、そういった選び方になってくるかなとは思います。いやね、でもこうやって少しずつこう進歩していく、一歩一歩こうやってどんどん工夫していくっていうね、このタイムモアというメーカーのねその凄さというのはねすごく感じますね。今回もすごくいいミルでした。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライブログ、ツイッター、インスタ、そして TikTok なんかもやっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。